皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。二点境界値問題は様々な現象を記述するのに使われる重要な2回微分方程式です。工学分野では拡散を伴う触媒反応システムにおいて現れます。そこで本章ではこの二点境界値問題により表される固定化コース反応を取り上げます。今回はその手始めとして二点境界値問題の微分方程式についてお話しします。次の簡単な1回乗微分方程式を考えましょう。ここで K は乗数です。1式の一般解は自式で与えられます。ここで A は積分乗数です。2式を特定の現象を表す解、すなわち特殊解とするには、目的のシステムにおける制約条件を使い A の値を決めてやる必要があります。この場合、未知数が1個なので、この数に等しい1個の条件を適用して方程式を作ります。そしてこれを解いて A の値を決定すれば特殊解が得られます。次に3式の2回乗微分方程式を考えましょう。この一般解は4式で与えられます。ここで A、B は積分乗数です。これらの値を決定するため、目的のシステムにおける2個の条件を4式へ適用し、2個の方程式を作ります。そしてこれらを解いて A、B の値を決定し特殊解を得ます。これらの例から明らかなように N 回微分方程式の一般解では N 個の積分乗数が生じます。一般解中の積分乗数を決定し特殊解を得るには N 個の条件が必要となります。それでは二点境界値問題を考えてみましょう。これは2回微分方程式です。よって本微分方程式において特殊解を得るには2個の異なる条件が必要です。二点境界値問題とは2回乗微分方程式の一般解が2個の条件を満足するように特殊解を求める問題です。この時の条件は解の両端に与えられるため、特に境界条件と呼ばれます。二点境界値問題の例を具体的に示し、理解を深めていただくことにします。今、無限に広い表面を持つ厚さ 2L の多項性平板を考えます。この単体の最高内に酵素が均一に固定化されているものとします。水溶液に溶解する基質は単体の外部から最高内へ侵入します。そして単体内を中心に向かって拡散します。この時、酵素と遭遇した基質は一次反応機構に従って生成物へ変換されます。これによりある長さの時間が経過するとシステムは定常状態となり、単体の表面から中心に向かって図のような放物線上の基質濃度分布が生じます。単体幅の半分の1に原点を持つ XC 座標を設定するとき、微分方程式は自式で与えられます。
ここで C は基質濃度、X は単体中心から単体の幅方向の距離、Vm は最大反応速度、Km は見返り数乗数、dE は有効拡散係数です。また、左辺は拡散項、右辺は反応項です。5式を6式のように変形します。ここで式中の径は7式のように表されています。5式または6式は定数係数を持つ2回線形上微分方程式であり、その一般解は8式となります。本式には積分乗数 a、b が含まれています。特殊解を得るには2種類の境界条件が必要です。ここでは単体の中心、すなわち x イコール0において基質濃度勾配が0であるという条件、すなわち旧式と単体の表面、すなわち x イコール L において C がその表面値 CL に等しいという条件、すなわち10式を使います。まず8式を微分して11式を得ます。これへ9式を適用し12式を得ます。次に10式を8式へ適用します。これにより13式を得ます。12、13式は A、B を未知数とする連立方程式です。これらを解くと14式を得ます。14式を8式へ適用し整理すると最終的に15式を得ます。これが特殊解です。本式は双曲線関数を含みます。これは例えばコサインハイパブリック X の時、自式で与えられます。以上のように2点境界値問題では2回の境界条件を使い特殊解を求めます。5式中の反応項が見返り数面点式で与えられる場合、本微分方程式には解析解がありません。よって数値解法の適用が必要になります。現在有償無償の数値計算ソフトウェアが利用できます。しかし2点境界値問題の型は境界条件、反応速度式等がシステムに応じて変化するため、ソフトウェアの標準化が困難であり、どの型にも対応できるパッケージがないようです。このため2点境界値問題解法のプログラムは基本的に自分で作成する必要があります。2点境界値問題の主な数値解法には直行線点法と射撃法と球根法の組み合わせ法があります。どちらの方法ともその理論を理解するのは容易ではありません。このため2点境界値問題の解が必要となったとき、実験データの解釈だけで研究を終わらせる人が多いように思います。私が学生の頃、2点境界値問題を解くのは大変な作業でした。その理由の一つは、数値計算に大型計算機を用いなければならなかったからです。このため、計算を行うのに特定の施設へ行かなければなりませんでしたし、計算機の利用に費用がかかりました。
触媒反応の解析では、得られた濃度の数値解を使ってさらに触媒有効係数という値を計算し、反応速度を評価します。この値の計算には数値計算法についてかなりの知識が必要であるため、いくつかの近似式が提案されました。しかし現在は数値計算にパソコンを使用可能です。また私はいつでも超高精度で数値解を得ることができる計算法を開発しています。よってもはや近似式を使う必要がありません。本章の動画では二点境界値問題の解を高精度で計算することができる前述の2つの数値解法について説明します。そしてこれらを使って固定化酵素反応の微分方程式を解き、本システムの特徴を明らかにします。微分方程式中の反応速度式をラング・ミワ・ヒンシェルド型式に変えれば、固体触媒反応の解析が可能になります。よって本計算法をマスターすれば研究の幅が確実に広がると思いますので、しっかりと理解するように努めてください。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。